中国の歴史は悠久の時を刻んできました。その始まりとされる夏王朝は、紀元前2070年頃から紀元前1600年頃まで続いたとされています。しかし、夏王朝の実在性については長い間議論が続いてきました。考古学的証拠が乏しく、その存在を裏付ける直接的な証拠が少ないのです。夏王朝は中国の伝説的な三代と呼ばれる時代の最初の王朝です。その後に続く殷王朝、周王朝と合わせて中国古代史の基礎を形成しています。夏王朝の創始者は禹という人物とされています。禹は洪水を治めた英雄として知られ、その功績により王位に就いたと伝えられています。禹の治水の物語は中国の古典、証書や史記などに記されています。伝説によると、禹は13年もの歳月をかけて黄河の氾濫を制御し、人々を洪水の脅威から救ったとされています。この偉業により、禹は民衆の信頼を得て、夏王朝を建国したのです。夏王朝の統治システムは世襲制でした。禹の子、慶が後を継ぎ、以降も血縁関係にある者が王位を継承していきました。この世襲制は中国の歴代王朝に大きな影響を与え、その後の中国の政治体制の基礎となりました。夏王朝の時代、農業技術は大きく発展しました。青銅器の使用が始まり、農具が改良されたのです。これにより、農業生産性が向上し、人口が増加しました。また、この時期には天文学や暦法の発展も見られ、農業のための季節の予測が可能になりました。しかし、夏王朝の末期には統治が乱れ始めます。最後の王である決は暴君として知られています。決は贅沢三昧の生活を送り、民衆を苦しめたとされています。この混乱に乗じて、殷の東王が放棄し、夏王朝は滅亡しました。夏王朝の存在を示す直接的な考古学的証拠は乏しいものの、近年の発掘調査により、夏王朝の時代に相当する遺跡が発見されています。河南省偃師市の二里島遺跡は、夏王朝の都であった可能性が指摘されています。この遺跡からは、高度な青銅器文化の痕跡が見つかっており、夏王朝の存在を間接的に支持する証拠となっています。夏王朝の時代、中国の文明は大きく発展しました。文字の使用が始まり、初期の漢字が生まれたとされています。また、この時期には宗教や哲学的思想も芽生え始めました。天を崇拝する信仰が広まり、後の儒教や道教の基礎となる考え方が形成されていったのです。夏王朝の統治期間中、中国の領土は徐々に拡大していきました。黄河流域を中心に周辺地域への影響力を強めていったのです。この領土拡大は後の中国統一の基礎となりました。夏王朝の時代には初期の社会階級制度も形成されました。王族を頂点とし、貴族、平民、奴隷という階層が確立されていったのです。この社会構造はその後の中国社会に大きな影響を与えることになります。夏王朝は中国の歴史において重要な位置を占めています。たとえ直接的な証拠が少なくとも、その伝説は後世の中国文化に大きな影響を与えました。夏王朝の物語は中国人のアイデンティティの形成に寄与し、国家統一の象徴として機能してきたのです。現代の研究者たちは夏王朝の実在性について様々な角度から検証を続けています。考古学的調査はもちろん、古文書の分析、遺伝学的研究など多角的なアプローチが試みられています。これらの研究により夏王朝の実像がより明らかになることが期待されています。夏王朝の時代、中国以外の地域でも文明が発展していました。メソポタミアではウル第三王朝が栄え、エジプトでは中王国時代が始まっていました。これらの文明との交流があった可能性も指摘されており、夏王朝の文化形成に影響を与えた可能性があります。夏王朝の伝説は後世の中国文学や芸術にも大きな影響を与えました。禹の治水伝説は多くの詩や絵画の題材となり、中国文化の重要な一部となっています。また、夏王朝の物語は道徳教育にも用いられ、理想的な統治者像を示す例として語り継がれてきました。夏王朝の時代、中国の技術も大きく進歩しました。青銅器の製造技術が向上し、複雑な文様を持つ器物が作られるようになりました。また、初期の天文観測技術も発展し、暦法の基礎が築かれました。これらの技術革新は、後の中国文明の発展に大きく寄与することになります。